今回は乳酸菌たっぷり、体に嬉しい発酵食品、発酵白菜を作っていきたいと思います。白菜を塩漬けにするだけで簡単に作れて、白菜の旨みが増し、程よい酸味がたまらない。そのまま食べるのはもちろん、いろいろアレンジできる優れた常備菜です。動画の後半ではアレンジレシピも公開していますので、ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルでは、体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。まずは白菜を用意します。今回は小さめの白菜なので丸々1玉使っていきます。大きいものなら半分か4分の1カットくらいを用意します。芯を取り除きます。縦半分に切ってから2センチ幅くらいに切ります。発酵白菜とは中国の寒い地域で食べられてきた伝統食。現地ではスワン菜と呼ばれる酸っぱい白菜の漬物です。中国の北方面の冬は長く、寒さも厳しいようで、1、2月はマイナス30度以下になるほどで、土も凍ってしまい、作物は一切できないそうです。昔は今のようにハウス栽培ができなかったため、先人たちが保存のために発酵させて漬物にしたんだそう。白菜を切ったら水でよく洗います。洗い終わったら大体の重さを測っておきましょう。おおよそ 800g ですね。次は塩を測ります。塩分は白菜の重量の 2% で作っていきますので、今回は 16g。全体に行き渡るようによく混ぜていきます。すでに水分が出てきて白菜のかさが減ってきています。このまま30分から1時間放置して白菜の水分を出し切ります。1時間経ちました。かさが半分くらいになりましたね。水分もたっぷり出ました。ここで白菜をぎゅうぎゅう揉んでしんなりさせます。瓶を焼酎などで消毒します。瓶ではなくジッパー付き保存袋でも大丈夫です。瓶はなるべく白菜がぴったり入るくらいの大きさのものがあればいいです。手袋などはせず、素手で作業するのもポイント。手についている自然の常在菌の力で乳酸発酵が進み、酸味やうまみたっぷりの味わいになります。たくさんの種類の常在菌を体に取り込むと、ウイルスや病原菌に負けない腸内細菌が完成し、免疫力がアップします。汁も全部入れます。なるべく汁から白菜が出ないように押し込みましょう。高
他の詰めはお好みで入れなくても大丈夫ですよ。蓋をして常温で3日寝かせます。気温が低すぎると発酵するまでに1週間くらいかかってしまいます。コンロの近くなどの暖かい場所に置いておくか、天気の良い日は日の当たるところに出しても大丈夫。暑すぎず寒すぎない場所を探しておいておきましょう。3日経ちました。泡がぷくぷく出ていますね。うまく発酵している証拠です。発酵具合は匂いでも判断できます。少し酸っぱい感じの匂いがすれば OK。ほんのり酸っぱい匂いが漂います。乳酸菌が豊富な証拠。腸内環境も良くなります。白菜に含まれるビタミンなどの栄養素も凝縮されています。白菜の栄養を丸ごといただく発酵白菜、完成です。いただきます。シャキシャキ。噛めば噛むほどに旨みがあふれます。完成後は冷蔵庫で保存します。1ヶ月ほど日持ちしますよ。白菜が汁にしっかり浸かっていれば2ヶ月くらい持ちますよ。白菜が1玉手に入ったら多めに仕込んで常備しておくといろいろアレンジできるのでとても便利です。発酵白菜のアレンジ料理、発酵白菜スーラータンを作っていきたいと思います。発酵白菜の汁まで残さず活用できて、これから寒くなる季節にうってつけの一品。本格的なスーラータンは豚肉やたけのこ、お豆腐などを入れますが、今回はお手軽スーラータン、えのきを4等分に切ります。ご家庭で余っている食材などを入れてしまいましょう。水を入れて沸騰したらえのきを入れます。再沸騰するのを待っている間に卵を溶いておきます。水溶き片栗粉も用意しておきましょう。スープが沸騰したら発酵白菜と汁を一緒に入れます。ここで味見をしてみて薄ければお塩で味を整えましょう。水溶き片栗粉を入れてとろみをつけます。ここで卵をふわふわにするコツもご紹介。スープを沸騰させたら箸を伝わせて細い糸になるようにしながら少しずつ注いでいきます。
注いだらひと混ぜして3秒ほど待ったら火を止めます。ここで火を通しすぎると卵が硬くなってしまいます。最後にラー油を垂らしたら完成です。お酢の爽やかな香りとラー油の辛い香りが食欲をそそります。とろとろの発酵白菜とふわふわの卵が美味しそう。いただきます。発酵白菜を使っているから白菜自体のうまみが強い。えのきもたくさん入って具だくさんです。食べるスープといった感じ。お豆腐や人参、しいたけなどどんな野菜を入れても美味しくできそうです。白菜と塩だけで作る発酵白菜いかがだったでしょうか。長期保存はできない白菜を塩漬けして上手に保存するといろいろアレンジできるので便利です。とても簡単なのでぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。